こんにちは、アンです。今日は高山病の話をしたいと思うんですけど、高山病って2400メーターくらいからなるって一般的に言われてるんですけど、実はね、1000メートルでも1500メートルでも2000メートルぐらい、その症状は出てるんです。はい。高山病の原因というのは酸素が薄いからなるっていうふうに思ってるかもしれないけど、これはね、間違いで、酸素濃度っていうのは0から100キロぐらいまでほぼ一定なんです。はい。何が違うかっていうと、酸素分圧が変わってます。酸素分圧が変わるっていうことはどういうことかっていうと、酸素の分圧っていうのは気圧の変化かける酸素濃度で出すんですね。その酸素分圧の影響によって人間っていうのは呼吸ができる状態かそうでないかっていうのが決まってくるんです。だから酸素が薄いっていうのではなくて、実は気圧が下がることによって体の中に取り込む酸素量が減ってしまう。これが高山病の原因です。登ってるとね、標高の高くなればなるほど一般的に酸素濃度っていうのが薄くなって、その気圧が下がっていきますからね、酸素濃度が下がるじゃないですか。で酸素濃度が下がるとすごく体力にね影響するんですよ。経験ある方は分かると思うんですけど、例えばね、燕岳の合戦をね、はい、中房温泉っていうところはもう1400メートル以上あるわけ。はい、その1400メートルから登るのと0メートルから登るのでは体力に影響を及ぼす状態がかなり違うんですね。やはり1400メートルから登るっていうことは、そこまでは車で行ってるので気が付かないかもしれないけど、すでに高山病って言われるね、気圧の低下による影響を体は受けてるんです。なので火星尾根を登った人は分かると思うけど、なんかね、最初からきつくないですか。第一ベンチまでが結構きつい。それはね、もうすでに気圧が低くなっていて体力にそれは影響を及ぼしているからなんです。でそれに気づかずに頑張って登っていくと、だんだんその気圧の変化に影響されて、高山病の症状を出してしまうという可能性はすごく高くなってしまうんですね。気圧は1000メートルで100ヘクトパスカル下がっていくと言われて、だから1000メートル変わると100ヘクトパスカル下がるので、それはね、かなり人体に影響します。なぜ影響するかというと、人間の体は酸素を肺から取り入れて、そしてこう生きてるからです。はい、その酸素が、気圧が下がることによって何が変わるか、酸素の濃度が変わらないんです。でもね、酸素のね分圧が変わるんですよ。酸素分圧が変わると酸素を肺から取り入れる力がかなり落ちてしまうんですね。なぜなら人間は肺の、分圧の高いところで酸素を吸収して、それを細胞の末端までずっと運んでね、ヘモグロビン、赤血球が、それで分圧の低い末端の細胞のところで酸素を放出して二酸化炭素を吸収して戻ってきて、それを肺からまた二酸化炭素を出すっていう、そういうガス交換によって人間は生きてるんですね。それが気圧の低いところへ行けば行くほど酸素分圧が下がって酸素の吸収状態が悪くなり、体が低酸素症を起こしている、ね、この低酸素症状態っていうのがね、なかなか分かりづらいんですね。5000メーターとか6000メーターとか高く行ってしまえばね、かなりそれが状態が出るので分かるんですけど、中房温泉の1400メーターから登っててもまさか自分が高山病になってるっていうふうには思わないんですね。でもね、初期症状は簡単です。なんかいつもよりね体が重いなとか、ちょっと今日はなんかきついなとか、そういうふうに感じる。それがすでに
低酸素症という状態を体が起こしているので、そういう時にどうしたらいいかっていうのを知っているか知らないかで登山の状態がかなり変わってくる。はい、それはね、ちょっと体が重いなって、これひょっとしたら低酸素症になってるんじゃないかな、そういえば標高 1000m から登ってるしなと気づいたところで、酸素が少ないので、ね、まず酸素を多く吸収してあげる。まず一番は歩幅を小さくしてキックステップを使って体力を使わないようにして登ることです。はい、それが1番目で、2番目はやはり酸素の吸収が悪くなっているので、なるべく深く呼吸してゆっくり吐く、深く呼吸してゆっくり吐くように歩くことです。はい、そうすることによって足りない酸素が補われて体が調子が上がってくるので、さっきのような体の重さというのが少し軽減してくるはずです。それと3つ目はやはりね、その酸素が吸収が少なく二酸化炭素が出ていかないので、体の中の水素イオン濃度が上がってしまうんです。はい、水素イオン濃度が上がると非常に危険で、これはね、赤血球同士がくっつき合ってしまって血液がドロドロの状態になってしまうんですよ。海外のエベレストとかのガイドで有名な貫田宗男さん、はい、イッテ Q の登山部の顧問の方ですね。あの方がおっしゃってるには、やはりね、高山病で死ぬ人っていうのは少ないそうですけども、脳梗塞とか心筋梗塞になって死ぬ人が非常に多いって言ってらっしゃるんですね。それはね、気圧が下がると水素イオン濃度が上がって血液中の赤血球がくっつき合ってしまうんです。そして血液がドロドロの状態になって詰まってしまうと脳梗塞か心筋梗塞、ね、これは日本の 2000m から 3000m の山でも十分起こりうることなんですよ。でもまさか日本の山でそんなことならないだろうって思うかもしれないですが、もう 1000m でも 2000m でも 3000m でもその影響を受けます。はい、なのでその3番目にはですね、血液をサラサラに状態にしてあげること。それは簡単に言うと水をよく飲んでおしっこを出すことです。はい、そうすることによって体の中の水素イオン濃度が下がって血液のドロドロ状態がなくなる。はい、それともう一つはですね、僕がやってる秘密のただの水ではなくて秘密のドリンクあるんです。これは作り方は簡単。はい、で肝心なのは重曹を使うことなんです。重曹は炭酸水素ナトリウムっていう重曹の中に含まれているものがイオンをね一つ多く持っている、電子を一つ多く持っているので、その電子が飲むことによってね、先ほどの増えてしまった水素イオンに電子を与えることによって、血液がアルカリに傾いていく。水素イオン濃度が上がると血液が酸性化してしまうんですよ。酸性化していくと血液がドロドロになってしまう。そしてどこか詰まりやすい。なので水素イオン濃度を下げるために炭酸水素ナトリウム、重炭酸イオンですね、重曹の重炭酸イオンで中和してあげるという。ドリンクの作り方は簡単なんですが、ドリンクは約1リッターの水に天然水を 500cc、 それに小さじ1杯の、天然の重曹を使ってください。重曹は薬局でも売ってるんですけど、天然の重曹がいい。天然の重曹はなかなかないんですよね。はい、売ってるところあると思いますから探してほしいんですが、天然の重曹を小さじ1杯、およそ 3g です。はい、それと人間の体に必要な運動をしている時に特に必要なのはいろいろなねミネラル成分、はい、そして塩分です。その塩分とミネラル成分は何がいいかというと、これはねヒマラヤのピンクソルトがいいですね。ヒマラヤのピンクソルトっていうのは、およそね300億年ほど前の海の水が
塩になってる。でヒマラヤのすぐ近くのところで取れるそうですけども、これをピンクソルトを小さじ1杯入れてあげる。それとあと 500cc はビタミン C がいいです。 CC レモンを 500cc 入れてあげて、それをドリンクを飲みながら行くと本当にね疲れないし、帰ってきても疲れが残らないで、やはりねこの重曹の重炭酸ナトリウムイオンというのは、体の疲れの元の状態になっている水素イオン濃度を下げてくれる。簡単に言うと酸性化した体をアルカリ化してくれる。これはね本当に素晴らしい。はい、特に登山のような運動している時にそれを飲みながら行ってみるとね、どれぐらい体力の状態が違うことがよくわかるんじゃないかな。ぜひ参考にしていただければなと思います。はいね、皆さんの安全な登山、ね、楽しい登山をしていくためにとても大切なことなのでね、ぜひしてほしいなと思って動画にしました。この動画がいいなって思ってくれたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。